place where we can go and be alone. So come away with me, nobody else. 4月のある朝、いつもより少しだけ早起きをした今日は一人旅出発の日。ずっと気になっていたデンマークのコペンハーゲンへ一人気ままに4日間の旅です。ヘルシンキ・バンター国際空港から飛行機で1時間強。あっという間にコペンハーゲン国際空港に到着です。コペンハーゲンのコンビニはほとんどがセブンイレブン。見覚えのあるロゴになんだか親近感。空港から中心地まではメトロに乗って15分ほど。ヘルシンキと同じ信用乗車制なので、こちらの DSB アプリでチケットを買ってから乗り込みます。チケットの買い方がいくつかあるのですが、簡単なチェックインを使った方法は登録が必要そうなので、ひとまず乗り降りする駅を選択する方法で。すごい。フィンランドとまた違ったヨーロッパの街並み。楽しい。旅行って最高。待って、あれが多分ニューハウンだ。すごいかわいい。かわいすぎる。待って、コペンハーゲンすごい。地上に出た途端に目に入ってきた街並みがあまりに可愛らしくて単純なので、一瞬でこの街の虜になってしまいました。アンデルセンが愛したというこの港町ニューハウンをのんびり散歩することから街歩きを始めてみよう。今回の一人旅は全くのノープラン。コペンハーゲン有識者の方々に教えていただいたおすすめスポットや SNS で見かけた気になる場所をたくさん Google マップに保存してあるので、その時の気分やタイミングでのんびりと巡っていこうと思います。こちらもそのうちの一つ。近くを通ったので覗いてみることに。可愛いけれど物価の高さをひしひしと感じる1店舗目でした。ホテルのチェックインの15時までまだしばらく時間があるので、近くのお店を巡っていこう。早速噂のヘイハウスへやってきました。人気インテリアブランドヘイのフラッグシップストアであるこちらでは、生活雑貨から家具までがまるでヘイのショールームのようにおしゃれに並んでいて、その空間自体も楽しめるお店。お部屋作りのいいインスピレーションをもらえそうです。かわいい雑貨たちもたくさん。日本でも買えるトートバッグを思わず買ってしまいそうになりましたが、ぐっとこらえてお土産候補リストに加えるにとどめました。今回は衝動買いはあまりせずに、よく吟味してからお買い物をしよう。のんびり一人旅の特権です。お次はこちら。ラカブラはデンマークの第2の都市オーフス生まれのスペシャリティコーヒーロースターで、コーヒーやカフェ好きが口を揃えておすすめしてくれたカフェがこちら。私はカプチーノを頼みました。コペンハーゲンのコーヒーは酸味のあるフルーティーな浅入りのものが主流みたい。洗練された店内は人気がゆえにたくさんの人でにぎわっていて、あっという間に飲み干して店内を後にしました。ヨーロッパで流行ってるのかな、レトロな正面写真みたいなプリクラみたいなフォトブース。私も撮ろうか迷いましたが、まだ到着したばかりなのでひとまず保留。どこもかしこもおしゃれで絵になるコペンハーゲン。
そんな中でもショーウィンドウの可愛い子たちにひときわ目を惹かれるこちらのお店。スタジオアーホイはこのカラフルでアイコニックなガラスや陶器のオブジェで人気のコペンハーゲン初のデザインスタジオです。お店の奥は実際のスタジオになっていて、職人さんたちが作る過程を覗くことができます。久しぶりのガチャポンやりたいと思ったのですが、値段を換算してみてその額に驚き、回すのを断念しました。5000円のガチャポンでも可愛い、アート作品だし、そりゃそうかと納得です。ステッカーも可愛いものがたくさん、そして日本語がちらほら。かなり迷ってお土産にこの3つを選びました。レジのお姉さんに聞いたところ、このスタジオを作ったデザイナーさんは日本へ留学経験があって、それで日本にインスパイアされたプロダクトが多いのだとか。なんだか嬉しいです。その後も街をブラブラと散策しながらホテルまで向かいます。試しにコペンハーゲンのセブンに入ってみました。当たり前だけど商品は全然違う。美味しそうなホットスナックがたくさんあって思わず一つゲット。スパイシーコリアンスティックみたいな名前だったかな。今回宿泊するホテルはこちら。一人旅なので今回はドミトリーを選びました。物価の高いコペンハーゲンで格安のホステル。想像していたよりもホテル全体が大きくて、ラウンジやバー、ジムなどの施設も充実していました。これなら作業する場所にも困らなさそうで一安心。早速チェックインをしていきます。タブレットに必要情報を入力して自分でカードキーをアクティベートするタイプみたい。初めてのタイプでしたが割とスムーズにできました。ドミトリーはこんな感じです。清潔でいい感じ。トイレとシャワーです。これ1個しかついてないのでいろいろ持ってきてよかった。こんな感じです。ロッカーがあるんですけど、多分南京錠が必要なんですけど、ちょっとかけ方が分かんなくって、ただ同室の人たちが3人お友達でいい人たちそうだったので、最重要な貴重品は持ち歩こうとは思うんですけど、かけなくてもいいかなっていう感じです。でここを上がっていくと寝床になっています。個室っぽくなってるのでめちゃくちゃいい。でタオルもついてました。一人旅には十分です。近くのスーパーへやってきました。なんだか若干風邪気味な感じがするので、今日はおとなしくホテルご飯。ジンジャーショットとカレーでエナジーチャージです。この屋上の広いキッチンは20クローネで滞在中何度も使うことができるのでおすすめです。ご飯を食べていたらカササギ発見。韓国旅で初めて出会った幸せを運んでくれると言われている綺麗な鳥。旅先ではカササギに縁があってなんだか嬉しいです。いい旅になりそう。コペンハーゲン一人旅2日目の朝。
旅先で酷使しがちな胃腸をいたわるために家から持ってきたいただき物のもずくスープで一日を始めます。久しぶりに飲むこのスープ、朝一番体に染み渡りました。今日は一日晴れの予報。バスに乗って初めの目的地へ。 DSB アプリに登録したので簡単にチェックインで乗ることができます。降りるときはチェックアウトをスライドさせれば OK。 気になっていたカフェへ朝ごはんを食べにやってきました。気持ちのいい2階の窓辺の席で、本当はクリームとジャムが別添えのプレートを頼みたかったのですが、いつの間にかこれになっていました。ずっしりもっちりとしたパンでバターとクリームがサンドされていて、これはこれで美味しかったのでよしとします。何より空間がとっても素敵で、近所にあったら週3で通いたくなるような気持ちのいい時間でした。お次は歩いてすぐ近くにあるこちらのカフェへ。この手のようなクラゲのようなお化けのようなマークでおなじみのこちらは、コペンハーゲンに10店舗ほど展開するカフェ&ベーカリー。かわいいトートバッグがあって迷いましたが一旦保留。結構大容量。看板商品のカルダモンクロワッサンを頼んでみました。サクジュワッと広がるたっぷり焦がしバターに爽やかなカルダモンが香ってとっても美味しかった。地元の人たちも朝からパンを買いに来ていました。これは通いたくなる。人気のカフェなので朝一番を狙っていったらまだ10時半。近くのミッケラーに行きたいけれど12時オープンなので、それまでブラブラと近くを散策。何やら賑やかそうな場所を発見。こちらはストリートフードマーケット。40以上の屋台が連なり、世界各国のグルメやバーを海辺で楽しむことができるみたいです。お店が開くまでしばし海辺でのんびりすることに。目の前の海と空と流れていく色々をぼんやりと眺めます。そうこうしているうちにお店がオープンしました。ミッケラーはコペンハーゲン発のクラフトビールブリュワリー。フルーティーなビールが好きなんですけどとお店のお姉さんにおすすめを聞いたら、ピーチアウトというビールをおすすめしてくれて、試飲までさせてくださってとっても美味しかったのでそれを選びました。晴れの日の真っ昼間からのビール、最高です。外も気持ちよさそうだったので、少し風が強いけれど海の見えるテラス席へ。誰かと感動を分かち合う旅も素敵だけれど、何にも縛られず一人気ままにのんびり過ごせる一人旅が大好きです。ヘルシンキにも何店舗か展開しているジョー&ザ・ジュースにて、またまたジンジャーショットでエナジーチャージ。ついでに死にかけていた私のスマホもチャージしておきます。今日は気持ちのいい晴れの日。
街を歩くだけでしみじみと楽しいです。せっかくデンマークに来たということで、アンデルセンの童話人魚姫の像を見に行こうと思います。 We'll go to the park. 星型をしたカステレット要塞をのんびりお散歩しながら向かいます。 People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune. Heart and soul dance under the moon. When my dreams get so hazy and skies become gray, you'll be the one to guide me home. For miles and その後も晴れのコペンハーゲンをのんびり気ままに散策しながら夜ご飯のレストランまで向かいます。 miles here, standing ハートのトートバッグ、自転車に乗ったお姉さんがニットの上から斜め掛けみたいにしていてめちゃくちゃ可愛かった。 everything. 迷っています。 Heart of gold. Stay here for a while. Will life get so 行きたかった crazy? レストランが今夜は予約でいっぱいとのことで、明日のランチを予約して今日は違うお店へと向かいます。ここはデンマークに住んでいたことのある友人が教えてくれた中華料理屋さん。上は予約でいっぱいでしたが、下にあるバーだったら同じメニューが頼めて入れると思うよと教えてもらって無事入店。アジアな雰囲気にテンションが上がります。ヨーロッパをいろいろと旅しましたが、やっぱりアジアの食ってすごいなと実感する日々です。物価の高さと円安にクラッときましたが、ここの麻婆豆腐めちゃくちゃ美味しかった。コペンハーゲン一人旅3日目の朝。今日も特に予定は決めていないので、なんとなく行きたいところを Google マップで見ておきます。明日のお昼には出発なので、今日はカフェとお買い物を楽しむ日にできたらいいな。気になるカフェのモーニングへ向かう道すがら、何やら可愛いショップを発見。コーヒースタンドも併設されたアートや雑貨のショップみたい。可愛いものがたくさんあって、予算が許すならばポスターやバッグなど欲しいものがいくつかありました。今はハートのトートバッグが一番気になるので一旦保留。ここのポスター、コペンハーゲンらしいポップな色合いだけれど唯一無二感があって可愛かったです。お目当てのカフェにやってきました。かっこいい音楽が流れる店内は朝一番にもかかわらずにぎわっていましたが、高めの天井が開放的な雰囲気。バナナケーキに店員さんがおすすめしてくれたエスプレッソクリームを乗せてもらいました。これが本当に美味しかった。エスプレッソも美味しくて、この旅で行ったカフェの中で私的一番のお気に入りです。やっぱり私はカフェというものが好きだと心の中で叫びながら、そこにいるだけで自然と気分が上がってくるカフェでの一人朝時間を楽しみました。今日はあいにくの曇りだけど、なんだかとってもいい気分。ランチの予約の時間まで一度宿に戻って少し編集作業などを進めて、念願のパラッツォダイナーへやってきました。 SNS で見つけたこちらのお店、明るくて優しいカリスマ店員さんが気持ちのいい接客で出迎えてくれて、と
ても幸せな気持ちになりました。見た目も可愛いほうれん草のカルボナーラ、美味しくてあっという間に完食しました。ちなみにですが、デンマークのレストランではお水にもきちんとお値段があります。デザートのパンナコッタも美味しくて大満足のお昼ご飯でした。午後は気になる雑貨屋さんやお洋服を見て回りたいな。こちらも SNS で見かけて気になっていたお店。かわいいセレクトの古着や雑貨小物が並んでいました。調べた時に見ていたかわいいマグカップたちが見当たらなかったので聞いてみたら、わざわざ出してくれた優しいお姉さん。店内がとってもいい香りで、それも伝えると炊いていたアロマの名前まで教えてくれました。これはかんざしかな。大人っぽいこの色をゲットしました。おしゃれに包んでいただいて大満足。ルンルン気分で歩いていると、路地裏の奥に何やら素敵そうなお店を発見。こういうレーダーが働いた時は覗くが吉。大当たりでした。そういえばヨーロッパのおしゃれな人たちは漏れなくアディダスのサンバを履いている気がします。そしてまたもやトートバッグに心を奪われております。このバイブストートバッグはデンマーク出身のデザイナーヘンリック・ビブスコフの過去のコレクションで余った生地をヨーロッパの織物工場で生産して作られているバッグみたい。ここのお店オリジナルの T シャツも色合いが可愛い。でも心はあのトートバッグにとらわれたままです。ひとまず一旦外に出てクールダウン。お向かいにある商業施設を覗いてみます。テクラやロイヤルコペンハーゲンなどデンマークデザインのインテリア雑貨のお店たちがギュギュッと詰まっています。お土産もありました。けれどやっぱり私はあのトートバッグが気になるので閉店間際に戻ることに。余り布で作られた唯一無二のトートバッグ、大満足のお買い物です。お買い物で調子づいた私はなんと2度目のヘイハウスに来ております。このお箸お土産に良さそうなんて思ったり、そして自分でも恐ろしいのですが、またトートバッグを迷っております。まだ日本に売ってなさそうだからという謎の言い訳と戦いながらも、なんとか誘惑に打ち勝ちました。実用的かつお値段もお手頃なので、ついつい手が伸びてしまいます。その後は我らがユニクロをちらりと覗いたり、そのお向かいで見つけたデンマークデザインのかわいいセレクトショップにもふらりと入ってみたりしました。このバブルガムダビデ、かなり見覚えがある。ホテルに帰るまでの道のりで行けそうな雑貨屋さんも覗いていこう。広々とした店内にデンマークやヨーロッパのインテリア雑貨が所狭しと並んでいるこちらのお店。お土産探しにも良さそうです。オーソドックスな雑貨小物からちょっと変わった雑貨物のようなものまであって、これぞバラエティ雑貨屋さんといった感じでした。たくさん歩き疲れたし、今日は早めに宿に戻って休もうと思って外に出たら、何やら隣に見覚えのあるお店を発見。初日にとっても楽しかったスタジオアーホイの別店舗でした。もうちょっと早い時間だとここでも職人たちの制作過程を見ることができるようです。最後まで可愛いをたっ
ぷりチャージして今日は胸がいっぱい。また別の地元のスーパーに寄ってホテルへと戻ります。ここ安くておすすめです。このズッキーニはオーブン焼くのを助けてくれたイタリア人のおじちゃんが乗っけてくれました。キッチンのオーブンの使い方が分からずあたふたしていたら、イタリアのおじちゃんが助けてくれて、最後にズッキーニまで振りかけてくれました。1月のイタリア旅のおかげでグラッツェと伝えられてよかったです。デンマーク語でありがとうはタック。そういえば今日トートバッグを買ったお店のお兄さんにも商品を受け取るときにタックと言ったらとっても嬉しそうにしてくださったので、旅ではその土地の言葉で挨拶することをこれからも大切にしていきたいなと思いました。コペンハーゲン一人旅4日目、ついに最終日の朝になりました。昨日食べきれなかったピザの余りと持ってきていたお味噌汁で朝ごはん。最終日もカササギに出会えました。自転車大国のコペンハーゲンを感じながら友人がおすすめしてくれた図書館へ向かっています。ブラックダイヤモンドと呼ばれる新館から渡り廊下を抜けると、古くから残る旧館へと渡ることができます。フィンランドもそうですが、北欧の図書館は美しくて開かれていて本当にいいなと思います。最終日の朝もやっぱりコーヒーを。まだ行けていなかったカフェへやってきました。パティスリーも美味しそうだけれど、この後食べたいものがあるのでぐっと我慢。そういえば最近コーヒーのカフェイン、朝の一杯程度であれば大丈夫になってきました。嬉しい変化。のんびり窓の外を眺めながら、なんと私はまたトートバッグへと思いを馳せています。あの子を買うか悩む。近くに店舗があったので再びやってきました。そうそう、この子です。あのおしゃれなお姉さんが可愛く斜め掛けしていた姿が脳裏に焼き付いて離れません。結構大容量で頑丈そう。持っているトートバッグたちとは違う形だなと、買うまでの道筋を頭の中でせっせと作り上げていっております。買ってしまいました。でもこの3日間悩みに悩んだので後悔はありません。ついでに気になっていたカルダモンパンも、カルダモンソフトパンだったかな。美味しかったけれど、やっぱり2日目に食べたカルダモンクロワッサンが格別でした。のんびり海辺を眺めながら一人この4日間の思い出をなぞっています。楽しかったな。ゆったり気ままに、予定のない旅もいいものです。最後まで見てくださりありがとうございました。また帰ってきたい街が一つ増えました。